ベルベル人の駒澤です。本日もオンラインストアに掲載される商品をご紹介いたします。お問い合わせとご購入はベルベル人のウェブストアにお願いいたします。本日紹介する商品が12月の9日夜21時に掲載される商品です。詳しくは概要欄に書いておきますのでご確認ください。では T シャツから本日も紹介させていただきます。まずはじめタグがこちらですね。サイズ表記は XL の 100% コットンです。で白ボディで染み込みで、大きく黒と青でプリントが、されていますね。下の方に、こういう感じで文字コピーライトではないんですけど載っております。80年代頃の、ボディだと思うんですけど、コンディションはかなり良くてサイズも比較的大きめですね。XL ボディで僕が全然ゆったり着用できるいいサイズ感だと思います。こちらの T シャツお値段が7800円と消費税です。続いて、フットボールの T シャツですね。こちらアーテックスボディでサイズ表記はちょっと見えなくなっちゃってます。5050のボディでネイビーの V ネックのタイプです。でこちら、ラバーがプリントで2段されてます。プリントを見て分かる通りコンディションはかなりいいと思いますね。そのサイズ表記下にあって XL 表記ですね。で袖だったりバックにはプリントが入らなくて、こちらも比較的いきやすいプリントかなと思います。こちら XL でチームも全然出てないかなと思います。僕これも全然ダボっと着用できるサイズ感ですね。こちらのフットボール T シャツがお値段6800円と消費税です。続いてアメリカのアニメのサウスパークの T シャツですね。本日ちょっと 3着ですね紹介いたします。まずはじめラージですね。ヘインズのラージサイズでこちら、サウスパークの、10シーズン目の時のT シャツなのかなと思います。主要のキャラクター4人の目元がですねプリントされております。で後ろにも、ちょこっとプリントがされてます。で袖と裾はダブルの縫製ですね。サイズ L サイズで僕がゆったり着用できるサイズ感かなと思います。僕も好きなんですけどサウスパーク好きな方多いと思います。これいい面ですね。お値段が9800円と消費税です。続きまして、主人公のエリック・カートマンのみのものですね。タルテックスボディでサイズ表記がラージサイズになります。ネイビーボディで、かなりひび割れてるプリントですね。エリック・カートマンの、肩にところどころシミ汚れ等はあったりしますが、このネイビーボディのフェード具合もかなり雰囲気いいですね。バックはプリントが無地になっております。こちらも縫製はダブルとダブルですね。タルテックスボディ、ラージ表記でありますが実寸で XL くらいあるかなと思います。ちょっと大きめのボディです。こちらお値段が、9800円と消費税です。で3着目ですね。こちらのタグがついてサイズ表記が XL になります。で同じくエリック・カートマンがプリントされているんですけど、こちらは、袖と裾がシングルで縫われてますね。サウスパークなかなかシングルで出てくることあんまりなくて、年代的にもダブルの縫製が多いんですけど古着のディティールとかお好きな方このシングルボディっていうのは嬉しいポイントだと思います。で XL 表記ですね。僕はダボっと着用できるいいサイズ感です。こちらお値段が9800円と消費税です。続きましてラッセルの T シャツです。こちらのアスレチックのタグでサイズ表記はラージサイズです。で白ボディのこちらバインダーの仕様になってて、エロ T シャツですかね、が書かれております。染み込みではなくてこちらラバーですね。ラバープリントです。でバックプリントは無地になっております。サイズ表記ラージサイズ、コンディションも比較的良さそうですね。僕がゆったり着用できるいいサイズ感だと思います。こちらの T シャツもお値段9800円と消費税です。で続きましてキングサイズの、T シャツです。こちらにタグがつきますね。サイズ表記が XL になります。5050のグレーボディです。ゴッドファーザー2に出てくる、ロバート・デ・ニーロが、プリントされてますね。かなりいいフォトかなと思います。でこちらバックにもプリントが入りますね。で、袖と裾はダブルの縫製になっております。 XL でこちら身幅もかなりありますね。僕肩落としてすごいいいサイズで着用できるかなと思います。じゃあキングサイズの T シャツお値段の方が、こちらは39,800円と消費税です。続きまして、ムービー T シャツですね。こちらスター・ウォーズの
タグがつきます。でサイズ表記はミディアムサイズですね。黒ボディでこのアナキン・スカイウォーカーですね。エピソード1、2、3。おそらくエピソード1のファントム・メナスの時の、T シャツじゃないかなと思います。アナキン・スカイウォーカーが、主人公なんですけど、4、5、6の時、ダース・ベイダーとして登場するんですけど、もうこの頃から、ちょっと、あれですね、ダークサイドが、この伏線的な貼られてます。かなりいいグラフィックですね。スター・ウォーズの T シャツの中でもこのグラフィックがかなり好きです。サイズ表記ミディアムですが、こちらは L に近いような M ですかね。僕全然ゆったり着用できます。僕くらいの背の方だったらこの着丈でも全然着用できると思いますので、サイズ合う方、スター・ウォーズお好きな方、ぜひおすすめです。お値段が25,800円と消費税です。続きましてローリングストーンズですね。こちらタグは欠損しているんですが、おそらく80年代頃の、ボディですかね。アメリカの星条旗の、この星の部分がですねリップタンになっている仕様です。ツアーの時のものだと思うんですけど、こちらコピーライトが89年ですね。ノースアメリカンツアー89と書いてあります。でこちらバックにも大きくプリントが入りますね。ローリングストーンズのこの、いいグラフィックです。こちらもサイズ80年代ボディの XL 表記じゃないかなと思います。僕は全然ゆったり着用できるいいサイズ感ですね。こちらお値段が15,800円と消費税です。続きまして、もう一着ムービーですね。バットマンの T シャツです。こちらサイズ表記が、ラージサイズになります。で黒ボディで、このグレーっていうんですかね、ちょっと影がかかっているようなバットマンのプリントです。この控えめなプリントもかなりいいですね。ちょっと目を引くようなデザインといいますか、いいと思います。でバックプリントは無地ですね。こちらも、G ジャンの下から覗かせるみたいな感じで面白い着方してもいいと思います。僕はゆったり着用できるいいサイズ感ですね。バットマンの T シャツが、お安いですね。7,800円と消費税です。続いてアップルの T シャツですね。こちらヘインズの B フィーでサイズがラージサイズですね。袖と裾はダブルで縫われているので、90年代後半とか2000年代初頭くらいのボディになると思います。胸にワンポイントで、プリントがされてて、こちら裏面に結構大きく、文字がプリントされてますね。この文字、主体のアップルの T シャツなんか惹かれるかなと思います。サイズがラージサイズで、これもいいサイズですね。僕がゆったり着用できるいいサイズ感です。こちらの T シャツでお値段が12,800円と消費税です。続いて犬 T ですね。タグがこちらにつきます。サイズ表記が、ちょっと見当たらないですね。白ボディでこちらも犬がプリントされております。で袖と裾はこちらもダブルで縫われておりますね。でバックはプリント M 字のパターンですね。こちらも、サイズ、ML くらいかなと思います。自分だと全然ゆったり着用できるいいサイズ感ですね。女性の方とかでも、おすすめですね。犬を好きな方、お値段7,800円と消費税です。続きましてラルフローレンのシャツになるんですけど、タグがこちらですね。15ハーフから35と書いてあります。100% コットンのボディでボタンダウンの青と白のストライプの仕様ですね。このパターンやっぱり胸にワンポイントポニーが入ると思うんですけど、これポニーなしですね。かなり嬉しいポイントかなと思います。でバックも、コンディションはかなり綺麗ですね。かなりグッドコンディションだと思います。でサイズ15ハーフ表記とありますが、実質ねラージくらいL から XL くらいありそうですね。僕全然ダボっと着用できそうなサイズ感です。こちらラルフローレンのボタンダウンシャツ、お値段が、5,800円と消費税です。続いて、大人気のカーディガンですね。アクリルカーディガン、アイゾットから、ラコステのカーディガンです。サイズ表記いいですね。 XL です。で白ボディで、定番のワニもフロントに胸にワンポイントでいます。ところどころこういう若干のシミっぽいのはあるんですけれども、本当に許容範囲といいますか、もう僕は全然気にならない程度のシミですね。やっぱり古いボディ、シミだったりダメージとか、これくらいだったら全然大丈夫だと思います。サイズも XL でこのダボっと着用できるこのいいサイズ感がいいですね。モヘアとかウールとかだとやっぱこのサイズ感ってなかなかできないと思うので、このアクリルの XL ならではのこのいいサイズ感
ぜひ試してみてください。9800円と消費税ですね。そしてこちらが、アイゾットじゃなくて、JC ペニーからフォックスですね。カートコアンが着てたことでも有名なブランドだと思います。サイズが XL ですね。で、彼はそのネイビーカラーを着てたと思うんですけど、こちらは、グレーですね。これも落ち着いててかなりいい配色だと思います。で、エンジとかも人気だと思うんですが、この、グレーくらい、かなりいい色だと思います。で、これもサイズ XL 表記ですね。かなり大きめです。僕は全然ダボっと、なってしまうくらい大きいサイズ感ですね。じゃあ、フォックスでお値段が、12,800円と消費税です。で、こちらが、スペシャルのモヘアカーディガンですね。こちら6、70年代くらいですかね。サイズ表記がミディアムサイズになるんですが、こちら紙タグも残ってるデッドストックのコンディション。で、この配合率なんですけど、ウール 65% でモヘア 35% ですね。一般的に一番このモヘアの毛足が長くなりやすいって言われてる、配合率ですね。で、このカーディガン、青の、単色ですね。で、しっかりポケットがついてて、この4つ穴のボタンです。で、袖と裾に、しっかりこういう感じでリブがついてるんですけど、このリブもしっかり、毛足があるっていう、もうこれかなりいい、ディティールだと思います。で、このパイピング部分とかも、変に色が変わってたり、ここの部分だけ浮いちゃってるとかもあるんですが、これもかなりいいですね。着てて全然気にならないと思います。で、もう毛足もそうなんですが、こちら、かなり着た時のシルエットがいいです。着丈もそこそこありますし、アームホールが細すぎたりだとか、もう特にないですね。もう合わせてみても分かると思うんですが、かなりいいサイズ感です。で、1点ですね、ちょっとお感じのダメージなんですかね。この古いボディなのでちょっと小穴あるんですけど、モヘアってやっぱりこういう、商品なので全然簡易的な糸の色さえ合わせていただければ簡易的なリペアで全然目立たなくできるので、これくらいもう本当に許容範囲だと思いますね。結構いいモヘアだと思います。こちらデッドストックの青ですね。ポケ付き、お値段が79,800円と消費税です。で、続きまして、無地のスウェットになるんですけれども、こちらラッセルのボディですね。サイズ表記ラージサイズで50/50のボディです。で、こちらしっかりアメリカの製のものですね。で、黒の、ラグランです。なんですけど、この無地で、ボディのコンディションもかなりもうバキバキですね。おそらくノーウォッシュからワンウォッシュ程度の、かなりいいコンディションだと思います。黒のアメリカ製の無地のスウェットっていうのも、今後この辺りとかどんどん球数なくなっていくんじゃないかなと思います。サイズもラージサイズでいいサイズですね。お値段がこちら6800円と消費税です。続いてこちらは、黒のチャンピオンボディですね。サイズ表記がラージサイズになっております。前 V のタイプで、マリーンズ、ラバープリント2段、プリントの色味もいいですし、この黒のこのチャンピオンでこのカレッジのプリントっていうのも、意外と結構見かけないかなと思います。リバースウィーブが大人気ではあるんですが、このレギュラーの形っていうのもかなりいい形です。これもサイズ表記、ラージサイズで自分がゆったり着用できるいいサイズ感ですね。リバースウィーブだったらかなりお値段すると思うんですが、こちらのタグだとお値段が、7800円と消費税ですね。続きまして、リバースウィーブをご紹介いたします。こちらトリコのミディアムです。ケアタグがつく年代ですね。80年代のボディでラバープリントが2段、定番ではあるんですが、この赤ボディ、意外と探してみるといいプリントってなかなか巡り合えなかったりします。バックプリントは無地ですね。80年代のミディアムサイズで僕が気持ちゆったりできるくらいのかなりいいサイズ感だと思います。こちらの赤のリバースですね。お値段が12,800円と消費税です。続いてもリバースです。こちら90年代のサイズがラージサイズです。もう裏地ももうふかふかでボディもまだしっかりしているかなりいいコンディションです。ラバープリントも全くひび割れたりとかもないですね。もちろんリブも伸びきってないしダメージや汚れも一切ないです。こちらもサイズラージで、自分がゆったり着用できるいいサイズ感だと思います。こちらのリバースウィーブでお値段が9800円と消費税です。続いてこちらですね。
トリコのケアタグ付き、サイズが XL です。グレーに対してちょっと違う色のステッチが使ってて、これも意外と珍しい、ディティールだと思います。でこのグレーに対してグレーのラバープリント、これもかなりいいですね。ひび割れております。でバックプリントは無地ですね。これもコンディション目立つようなダメージの汚れは全然ないです。 XL サイズで僕がダボっと着用できるいいサイズ感ですね。80年代です。お値段がこちら15,800円と消費税です。続いてもラバープリント系ですね。トリコの XL です。さっきと同じくらいですね。でこれもプリントのこのかすれ具合、これもかなりいいですね。ひび割れもいいですが、これかすれてるプリントもかなりいいです。これもコンディションざっくりですが、いいコンディションだと思います。目立つようなダメージとか汚れはないですね。 XL でダボっと着用できるサイズ感です。こちらお値段が12,800円と消費税です。続きまして、ベルベージュの U 歩道店からですね、リバースイーブです。こちら XL 表記でしっかりアメリカ製ですね。グレーボディでハーバード大学、このナイロンのワッペンのようなものが、貼られている、ハーバードです。やっぱり染み込みプリントとか人気だったりするんですが、こういう、これ自体あんまり見かけないですし、ちょっと目を引くようなデザインというか、全然、いいプリントというですかね、いいハーバードだと思います。バッグは無地ですね。これも XL、自分がダボっと着用できるいいサイズ感だと思います。こちらのハーバードでお値段が12,800円と消費税です。で続きまして、スペシャルですね。こちら、叩きタグの古い方ですね。サイズ表記がラージサイズになります。2つ目の方ですね。叩きタグの中期です。で白ボディで、NAAA ですね。ナーバルアカデミーアスレチックアソシエーションですね。ミリタリーの、プリントになります。ミリタリーっていうのを抜きにしてもこの、ナーっていうプリント、いいですね。青木さんが、インスタグラムで、書いていたんですけど、僕もすごい面白いなと思って、でプリントのバランスもいいですし、叩きタグ、これも条件整ってるかなと思います。ところどころダメージだったり、ちょっとリペアだったりありますが、この辺はもう、雰囲気として見ていただければなと思います。やっぱりコットン 100% コットンで作っているボディだと他の年代のリバースウェーブとも全然質感が違います。もうふわふわしててヴィンテージスウェットのような感覚で着てあげてください。ミリタリーの叩きタグですね。こちらでお値段が98,000円と消費税です。続きまして U 歩道店から、このロサンゼルスドジャースの、スタジャンですね。こちらのタグがついてしっかりアメリカ製で、サイズがラージサイズになります。でドジャース、チームカラーが、青色で、青ボディの個体がやっぱり圧倒的に多いんですけど、これも黒ボディっていうのが珍しいですね。このブラックで青のドジャースっていうのがミソだと思います。でしっかりアメリカ製の L アップっていう、ここまで条件整うと、こういう個体全然出てこないかなと思います。サイズラージサイズ、僕全然ゆったり着用できるいいサイズ感です。こちらのドジャースですね。お値段が29,800円と消費税です。続いてこれも珍しいですね。リーバイスのオーセンティックのこちらのタグです。でサイズ表記はミディアムサイズでしっかり、タブとかも残ってます。この、ボアのジャケットのこのタグのボアのジャケットのタイプ、このブラックのカラーがあって、この黒と黒のパターンかなり人気で珍しいんですけど、それよりこの白と白のパターンの方が、見かけないし、全然出てこないんじゃないかなと思います。白白ですね。でこちらなんですけど、ところどころ全体的にうっすらとしたシミ汚れがあってっていうようなコンディションで、裏側もとかですね、白ボディなので多少気になっちゃう方いるかなと思うんですけど、自分が今、目で見てる限りだとそこまで着用に響くほどの、シミ汚れはないかなと思います。サイズがミディアムサイズで、結構大きめですね。体格いい方とかにおすすめです。こちらのボアのジャケットですね。お値段が29,800円と消費税です。続きましてヴィンテージの、ジャケットになるんですが、タグがこちらについてちょっとサイズ表記は欠損してしまっております。このブラウンのウール地で、ちょっと、ファラオっぽいような作りになってて、
ちら、作りが、キャップショルダーですね。珍しいかなと思います。で、この肩の、切り返しのところがリブの仕様になってて、ディティールも、ちょっと凝っててかっこいいですね。で、ブラウンの、ベースですね。1点この肩周り、ちょっと小穴が開いちゃってる部分はありますね。で、このリブが、バックも一周してて、フロントのみならず、バックもかなりかっこいいですね。で、サイズはかなり大きめです。42くらいはあるかなと思います。自分が行ったり着用できるサイズ感ですね。こちらお値段の方なんですけれども、12,800円と消費税ですね。続きまして、黒のテイラードジャケットです。タグがこちらにつきますね。だいたい年代60年代頃かなと思います。で、ブラックですねのウール、これコンディションもかなり綺麗ですね。こちらです。テイラードのジャケットもうちだと、なかなかこういうかなり古い年代で、仕入れられることも、多くはないので、こういう形とかお好きな方おすすめですね。これもサイズ、実質に40くらいかなと思います。自分がちょっと大きめに着用できるサイズ感ですね。形すごい綺麗だと思います。お値段の方が12,800円と消費税です。続きまして、リーバイスの 840BXX ですね。ヴィンテージです。で、サイズ表記は44になります。このリーバイスのコットン地の、サードタイプのこのジャケットですね。で、こちらは、もともとタブがつかない、仕様になっております。なので欠損とかではないですね。こちらも、出てくることはかなり珍しいと思います。個体数も少ないと思うんですが、コンディションがですね、ところどころシミっぽくなっていたり、全体的にこのうっすらとした汚れとか黄ばみとかがあったりはするコンディションですね。ただその分、このパッチも残ってて、この44っていうかなりいいサイズではあるんですが、お値段の方はかなりお安めかなと思います。こちら自分で、結構大きめに着用できるいいサイズ感だと思います。中にヴィンテージのスウェットとか、羽織っていただいてもいいですし、リバースリーブとか着ていただいてもかっこいいと思いますね。こちらお値段が、29,800円と消費税です。で、続きまして、ショットですね。ショットの、ダブルの形です。こちらこの黄色と黒のタグ、60年代からだいたい70年代差し掛かるくらいの年代のものですね。こちらが、緑と黒の、タイプだともう60年代です。その一つ後ですね。サイズ表記が36になります。で、ワンスター、しっかり残ってますね。で、ジップがタロンのジップがついております。もっと、ちゃんと70年代とか80年代とかに入るとこの、レザーの質感ですね、もっと、ごわっとがっちりした硬い、革質になるんですが、まだこの年代だと、革も、柔らかくてかなり着やすい形かなと思いますね。で、ところどころこのレザーの経年劣化のこの雰囲気も、極上にかっこいいかなと思います。で、ちょっとこの袖口のところですね、破れとあったりはしますが、サイズも36で、ジャストサイズくらいで、着用していただければかなりかっこいいと思います。36、僕がこのスウェットの上とかでジャストサイズで着用できるサイズ感だと思います。ショットのワンスターですね。こちら、お値段の方なんですけれども、148,000円と消費税です。続きましてパタゴニアのバッグを、紹介するんですけど、こちら、品番がですねこちらですね、ブラックホールの、ラインのこのダッフルっていう品番なんじゃないかなと思います。45リットル程度、入るそうですね。で、内側のコンディションも、結構良好だと思います。で、ポケットとかも結構ついてて、便利な作りかなと思います。で、色味もですね、この淡いようなグリーンとこの水色、かなりいいカラーリングのツートーンかなと思います。あとネイビーですね。で、こちらにこういう肩にもかけれるような仕様になってて、自分が背負ってこのくらいのサイズ感ですね。こちらも使い勝手かなりいいと思います。こちらのバッグでお値段が6,800円と消費税です。続きまして、50年代頃の、パンツですね。1本ヴィンテージパンツ紹介いたします。こちらフロントフライがボタンフライになってて、おそらくもうボタンが、全て交換されちゃってるんじゃないかなと思います。古いボタンに変わってますね。で、内タグがこちらにつきます。こちらの内タグですね。で、内側こちらガスフラップもついております。
でバックポケットがこちら、両玉の仕様になってて、ベルトループも細いですね。このディティール、もう大体50年代くらいのものなんじゃないかなと思います。でかなり年代古いものなんですけど、この白のボディに対してコンディションはかなり良好かなと思います。汚れが少ないというところですね。こういう感じでリペアが、1箇所あったりはするんですけれども、ここまで白ければ、全然目立たないかなと思います。でこちら実寸なんですけど、ウエストが34インチでレングスが33インチですね。こちらも、背高い方だったり体格いい方、ロールアップして履いていただいてかっこいいと思います。お値段の方が7800円と消費税です。続きましてこちらですね、リーバイスの、517のストレッチになります。517、すいません、こちらですね、517でウエスト36インチでレングスが32インチですね。でしっかりメイドイン USA の表記読めると思います。で赤タブがつくタイプですね。でこちらこの、裏地が白いタイプで、センタープレス、このストレッチの頻繁、センタープレス結構がっつり入っちゃってるもの多いんですけど、こちらは、まだほどほどにと言いますが、そこまで目立たないかなと思います。でこちら実寸なんですけど、ウエストが36インチでレングスが31インチですね。僕にはちょっと大きいんですけれども、レングスが31インチというのもあって、こちら背高い方であればサイズはまる方も多いと思います。517のブラックも全然数ないと思いますね。じゃあストレッチでお値段が12,800円と消費税です。続いてレギュラーの501なんですけど、こちら501ですね。でパッチが3132表記になります。しっかりアメリカ製ですね。これも、鬼ひげとかいう、個体ではないんですけれども、このうっすらひげが入っていて、この絶妙な濃淡の出方、いい色落ちだと思いますね。でちょっと折りじわが、両サイドついている個体にはなるんですけど、これも、ノーダメージでまだまだ履けるコンディションかなと思いますね。でこちら実寸が、ウエスト30インチのレングスも30インチまで縮んでいます。細身の男性であれば結構ハマる方多いサイズだと思います。綺麗なエイジングの501ですね。お値段が9800円と消費税です。続いてこちらですね、501の、パッチが3232表記になります。しっかりアメリカ製の個体ですね。で先ほどのものより、若干色が濃い個体になります。7割程度ですかね残っていて、もううっすらひげが出てき始めていて、濃淡も出てき始めているっていう、これからかなり育てがいのある、デニムかなと思います。でノーダメージですね。これもコンディションはかなりいいと思います。でこちらはウエストが31インチでレングスは32インチですね。ちょっと長めではあるんですが、こちらもロールアップしていただいたり、ちょっとヒールとかで合わせてあげてもいいと思います。お値段が9800円と消費税です。で続いて、これはいい雰囲気ですね。501のこれも3232表記になります。でしっかりアメリカ製ですね。もう、バックポケットの周辺とかにこういう感じでちょっとオイル染みのようなものがあったりして、もうかなり、雰囲気はいいと思います。フロントの方にもこういうシミ汚れ、いいですね。ひげも入ってて濃淡も出てきてます。で色がこの全体的に、濃くないっていうのがこのデニムのかっこいいところかなと思いますね。後ろもいい感じに色が落ちています。で実寸こちらも、3030ですね。僕がちょっと、腰で落としてロールアップして履いたりとかして、僕くらいの体格の方とかがちょっと大きめに履くくらいがかっこいいのかなと思います。お値段がこちら12,800円と消費税です。続きまして、リーバイスの501のビッグ E ですね。501の、パッチは取れてしまってます。赤タブがビッグ E ですね。でこちらいいのがウエストがシングルステッチで、トップが V 止めですね。でトップボタンが L になっております。で、こちらなんですけどちょっと、見えづらいんですけど、このアーキュエイトのステッチですね。これイエローのステッチじゃないかなと思います。このウエストがシングルの個体でも、さらに、古いって言われているアーキュエイトイエローの個体ですね。で、かなり
いいひげが入ってて濃淡も出てる、色落ちしてるかなと思います。でリペアがですね、膝の部分に両膝とも入ってはいるんですが、これもしっかり丁寧に直されているので、これから避けちゃうこともないかなと思います。股部分は結構大丈夫そうですね。ポケットの入り口部分も結構直されております。こういう感じですね。でレングスはオリジナルのチェーンステッチで、こちらもレングスの部分ですね、ちょっと直しが入っています。で後ろ部分もお尻の部分とかいい感じに色が落ちてて、かなりいい色ですね。雰囲気はもう極上かなと思います。でこちらのデニムなんですけど、ウエストが32インチで31インチですね。でレングスが27インチです。このオリジナルで27インチっていうヴィンテージのデニムもかなりいいと思います。これもちょっと腰履きしてもいいですし、くるぶしの丈で履いてあげてもかっこいいと思いますね。こちらお値段が55,800円と消費税です。で続きましてこちら、WX ですね。リーバイスの 503BWX です。トップフライが3つですね。で、パッチは取れてしまっておりますが、こちら赤タブしっかり残ってますね。でこちら個体なんですけど、ベルトループがオフセットループについてて、リベット裏が、シルバーですね。こちらギャラなしの年代じゃないかなと思います。60年代の、頭頃から中頃にかけての個体だと思いますね。でこれもいいひげだったりオイル染み、もう雰囲気はかなりいいと思います。膝の部分に大きめに丁寧にリペアが入っておりますね。でレングスもオリジナルのレングスです。で後ろ部分も、ちょっとざらつきのあるような綺麗な縦落ちが入ってて、かなりかっこいい一本だと思いますね。でこちらの実寸なんですけど、ウエストが26インチでレングスが27インチですね。ちょっとこちらのデニム、僕でも、小さいデニムではあるんですが、女性サイズだったり、お子様くらいの、サイズハマる方であればかなりお安いと思います。お値段の方がこちら45,800円と消費税です。続きまして、リーバイスの 551ZWX ですね。こちら WX なんですが、ジッパーがグリッパージッパーで、パッチ、取れてはいるんですけれども、このフロントのボタンですね、こちらカッパーになっております。なのでこの505の前身のモデル、551の ZWX で間違いないかなと思います。で続いてこちら年代なんですけど、ベルトループがまずはじめオフセットですね。でこちらもスレーキュラのリベットは、アルミになっております。なのでこちらもギャラなしの年代で、間違いないかなと思いますね。すいません、こちらしっかり隠しリベットついているので WX ですね。で、こちらの続いて色味見ていきたいんですけど、これもですねいい感じで濃淡くっきり出てる、いいコントラストの差が出てるデニムかなと思います。で裏面もかなりいい色ですね。色落ちかなりかっこいいですし、色も、そこそこ残っている個体になるんじゃないかなと思います。でポケットの入り口部分ですね、こちらもちょっとリペアが入っちゃってて、黒色のステッチで、ちょっと雑めではあるんですが、この辺 T シャツだったり、今の時期スウェットとかでかぶって、見えなくなると思うので、そこまで気にしなくてもいいのかなと思います。で股部分もですね、目立たない部分、こういった感じで簡易的にリペアが施されている個体になります。でレングスもですねちょっとステッチが抜けちゃってて、折りじわとかもついちゃってます。こちらこの辺はステッチ入れ直してあげた方が、いいんじゃないかなと思いますね。もちろんこの WX の年代なので、この505の品番ですが、絶対にこの耳がつきますね。でこちら実寸なんですけど、実寸もかなり大きいですね。ウエストが40インチでレングスが31インチですね。ウエストが40インチの WX、実寸で40インチもなかなか出てこないですし、この505の前身モデルのこの 551ZWX っていう品番がもう本当に数少ないです。こちらお探しだった方、少なからずいらっしゃるかなと思います。サイズハマる方ぜひおすすめです。
551の ZXX お値段が19万8000円と消費税です。で続きまして、多分本日紹介する、商品の中で一番クオリティは、高いデニムかなと思いますね。こちら、501WX の片面の年代です。じゃあ WX で片面タブですね。でレザーパッチもう表記は読み取れないですが、しっかりここまで形を持って残っているっていう、もうコンディションがいかにいいかっていうのが伝わるかなと思います。で続きまして年代見ていきたいんですけど、このサイドステッチは長い個体ではないです。で、リベットの文字も中央には寄っていないので、こちら50年代に入ってる、片面の年代かなと思います。50年代頭頃のデニムですね。もうこのコンディションで、この年代のデニムがもう出てくることってもう本当に少ないと思います。もう、かなり色濃いですね。9割前後くらい残っていると思います。でコンディションなんですけど、右のももあたりですね、こちらデニムがちょっと、裂けちゃってて、ここは、ステッチ、ちょっと直してあげた方がいいんじゃないかなと思いますね。で、その他は特に目立つようなダメージ等もなく、結構激しく履いていたような形跡もないので問題ないかなと思いますね。ちょっとそこの足の部分ですね、こちらの部分もちょっと裾の付近、生地が薄くなっちゃってはいるので、ここもリペアしてあげた方がいいかなと思います。でレングスもオリジナルのレングスですね。もちろん耳もしっかり開いております。でフロント部分もですね、縦落ちがもう綺麗にし始めていて、もうこれからもうのり付けしてもかなりいい色に仕上げれる一本のなんじゃないかなと思いますね。でこちらのデニムなんですけど、実寸がウエスト32インチのレングスも32インチですね。これもかなりゴールデンサイズのデニムだと思います。ウエスト32インチアップもう全然出てこないですね。この濃さです。お値段の方がこちら150万円と消費税です。